スーパーフォーミュラ、富士大会のラウンド、6ですね。予選は結果的に14番手に終わりました。正直すごい難しくて、思った以上にグリップがしてなかったので、難しいコンディションの中ではありました。金曜日の方がなんか全然雨降ってたのに似たようなタイム出てたタイミングとかもあったので、なんか雨少ない割には全然グリップしてないなみたいな感触でした。アウトしてウォームしてアタックラップに行ったんですけど、もうその後はもう単純にタイヤが垂れちゃってる状態だったので、もうこれ以上タイムアップはできなかったです。もうめちゃくちゃ悔しいですし、なんかここまで準備してきて好調でしたし、金曜日もいい感じではメニュー進められてきてたので、正直なんでこうなっちゃったのかなっていうところはありますね。ラウンド7の予選は4番手からスタートすることはできるんですが、前半セクションは悪くはなかったんですけど、後半がすごいグリップ感が少なくて、そこのドライビングのアジャストも含めて、難しかったですね。やばいな、これやばい。危ない。よかった。正直 Q1 ギリギリで通れたし、 Q2 も車のフィーリングが良かったわけではないので、テストから何が大きく違ってるのかっていうのを、今必死で分析して考えてる途中ではあるんですけれども、アジャストをうまいこと行ってレースはもう少し車のフィーリングとタイムもマッチするような感じで挑みたいです。スタートはとりあえずうまくいったかなっていうところですけど、前にあんまり速くない車両がいたり、後ろから速い車両が来たり、すごいその難しい展開の中、車のグリップも最初の方はまだ大丈夫だったんですけど、6周くらい経った時に結構セク感とかがずれ始めて、車のリアの PT 差がすごい目立ってて、なかなかトラクションもかけられない状態ですごい苦しい展開には一時期なってました。いやーでもこれ雨つらいな。いやー、ゴールはステイ。ゴールはステイ。雨が結構降ってたんで、一旦ちょっと待って、ちょうど少し雨が止んだところでピット行きました。タイヤ交換後はすごい感触良くて、最初の方とかは結構ペースが良かったですし、その後も割と長い間そのペースも維持できたかなっていう、ところだったんで、セカンドシートは、すごい良かったのかなと思ってます。富士の第6戦レースの方は6位に終わることができて非常にポジティブでした。14位スタートからだったので、ファーストスティントちょっと苦しい展開はあったんですけれども、セカンドスティントうまく走ることができて、抜く場面があった時はしっかりスタンスものにできて、着々と実順位も上げることができたので、明日につながるレースができたんじゃないかなと思ってます。6位は今日の展開からすると上出来なのかなと思ってます。明日もっと上位からのスタートになるので、きっちりいいレースをしていきたいです。昨日のレースペースとかも良かったですし、温度とかもどっちかというと多分僕らがちょっと有利な方向には、行ったと思うので、そこら辺は、ペースがあって粘り強くレースができれば、ある程度の、結果にはつながるんじゃないかなとは思ってたんですけど、よくても5番手かなとか、そんな感じだったんですけど。ちょうど B コーナーのブレーキング中でアウトからちょうど抜いてる最中にセーフティーカーという無線が入って、多分ギリギリ前だったんじゃないかなとは思います。
でリスタートも、すごいうまく決めて、いいタイミングでいい場所につけて、でそのまま、トップに躍り出たんですけど、もうそこからフルプッシュで逃げれるかなと思ったらまたセーフティーカーが入っちゃって、太田選手のリスタートでうまくいかなかったところを、自分、それをやったら多分抜かれちゃうなっていうところで逆に、違うことをやった。いや、顔見せすぎいいかも。行ってこい。世の中に知らしめてこい。やったー、めちゃめちゃ嬉しい。やったー。嬉しいんだけど、またシャンパン飲めないよ。以上です。以上で優勝おめでとう。めっちゃかっこよかった。土曜日午前中のところにならないように午後も勝ちましょうね。日曜日の午前の男じゃないと。午後の男になれ。さあ。また頑張りましょう。午後もあるんで。こっからだよ、こっからまだ勝つよ。いやもうめちゃくちゃ嬉しかったですし、すごい悔しいレースがこう重なってのこの結果で、自分も信じられないというか、9番手スタートからのスプリントでの優勝だったので、あとシャンパンまた飲めないなと、思いました。スプリントレース、僕がなぜか制覇しております。午前中が調子いいんですかね、わからないですけど、とりあえず優勝、できてすごい嬉しいですし、前半戦の流れが結構悪かったので、これを機に、変えれるように、さらに努力していきます。午後にもう1レース残っているので、午後もまた表彰台に上って、今度こそシャンパン飲めるように、頑張ります。やっと、今シーズン初優勝ができました。もう正直ね、テストの調子から言うと、ここまで時間がかかってしまったなという思いの方が強いです。昨日、イゴール選手のね、前を走ってた太田選手が優勝したことで、非常にね、僕ら悔しい思いをしたので、オンボードを見たり、どうしたら勝てるかというのを昨日、イゴール選手と話し合いました。そのね、昨日話し合った全てを今日出してくれて勝ってくれたので、残りあと1レース今日午後もあるので、もう一回勝てるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。うまくいってるんで全てよしということだと思います。あんまり熱くならないし、本人になってるかもわからないけど、外から見てる分にはそういうの感じないし、それとラップも安定してますよね。結構冷静に自分のポジションから考えて戦ってるなっていう気がしますけどね。勝つことができたんで、もう一個って重ねるしかないじゃないですかね。
ステアリングにトラブルがあったのかわからないんですけど、押してないんですけど勝手にその自分のオーバーテイクボタンが入っちゃってて、また消してでまたなんか勝手に入っちゃってっていうのが、あって、牧野選手がローティー使ってきたんですけど、運よくその1コーナーでギリギリポジションを守れて、40のクールダウンが終わって勝手に入ってくれてポジションも守ることができて、不幸中の幸いという感じでした。太田選手の流れを見てそこについていけたらいいなっていう、ところで、岩佐選手と、野尻選手もその OT がなくなった時に2人ともオーバーテイクすることができたので、そこもピンポイントで使えて非常に重要な場面だったというか、自分のペースを維持しようとしてたんですけど、結構後半にリアタイヤが垂れ始めてきて、で牧野選手のペースが意外と良くて、どれくらい来るのかなみたいな感じで焦る必要まではなかったんですけど、最後の最終ぐらいはミラー見てました。スーパーフォーミュララウンド7は2位表彰台に上ることができました。フルレースでポジションの駆け引きだったりピットのタイミングだったりいろんな出来事があった中のレースで、しっかり僕たちとしては本当に出し切って2位の結果につなげたという内容だったので、すごいポジティブに見てます。多分本当に今後のレースにつながるような内容だったと思いますし、高速セクションとかは結構調子が良かったので、都合鈴鹿非常に僕楽しみにしてます。応援ありがとうございました。続きまた表彰台にたくさん乗れるように頑張ります。